こうやって、上の貝殻についてるね、酵素だとか辛味成分が岩ガキと真ガキのね違いだとか、あとね生食するときね、剥いた後にね、ちょっと洗い方だとかをね紹介しようかと思います。まず見分け方としてね、こうやってね見た時に分かると思うんですけど、岩ガキの方がね殻が厚いっていうのがまずね一つね。真ガキってねこう縦長なんですけど、岩ガキはこう比較的丸い形をしてるっていうんですかね。これがね見た目の違いですかね。でこうやって見ると岩ガキってねすごく大きく見えるんですけど、岩ガキって殻が厚いんで中開くとね、中身はねそこまで大きさに差はないとは思います。で岩ガキとね真ガキ、そもそも種類が違うんですけど、それぞれの特徴をね説明すると、真ガキは旬は冬ですと、ほとんどが養殖。岩ガキはね旬は夏ですと。養殖ももちろんあるんですけど天然も多い。産地でいうとこっちのね真ガキは養殖なんで、北海道もあるし三陸もあるし九州もあるしと、あと広島なんかも有名だし、結構日本各地で養殖されてると。岩ガキは基本的には日本海側が多いですかね。島根だとか、九州でも長崎とかね、日本海側が多いっていう印象ですかね。これから剥いていくんですけど、岩ガキも真ガキも基本的な剥き方は一緒で扇形になってるじゃないですか。こう描いてる方を上に向けて右側に貝柱があります。真ガキだったらこの辺りですね。岩ガキだったら、このね扇形の、この右この辺りに貝柱が1個あるんで、この貝柱をね外してあげるとガキは簡単に剥けますよと。当然ね殻が厚い分岩ガキの方が剥きづらいんで、まずね真ガキで剥いていきましょうか。貝ってね当然下の貝殻と上の貝殻あるじゃないですか。みんなねこれねカキって上の貝殻のね貝柱を先に外そうとするんですけど、これ構造的にこのね上の貝柱を外そうとすると、自然とね貝むき入れるとこういう角度で入るのに、わざわざね上の貝柱を外すためにこう斜めに一回持ち上げないとなんないじゃないですか。自然に貝殻に沿って剥くんであれば、こっちのね下の貝殻の貝柱を外した方が綺麗に剥けやすいですよと。こんな感じですね。もうこのまま入れると自然とねこの下の貝殻に沿って貝むきが進んでいくんで、だからその流れのまんま下の貝柱を、外してあげた方がねこんな感じで綺麗に剥けやすいとは思いますんで、当然ね上の貝殻にこうくっついてくるんで、そしたら今度こうやって、上の貝殻についてるね貝柱を外してあげる。この方が、貝柱は削りにくいかと思いますと。こんな感じですね。岩ガキの剥き方も当然一緒で、これ実際に触ってもらえればわかるんですけど、このね上の貝殻と下の貝殻の境目がね非常に見づらいんで、だからこれはねもう慣れてもらうしかないっていう感じなんですけど、だいたいこの辺りだなっていうところに貝むき入れてもらって、で一回ねこの貝の間に貝むきが入ってしまえば、あとはねもう自然とこの貝殻に沿わせていけば貝むき進んでいくんで、貝柱を外してあげてくださいと。普通は貝柱が外れれば貝って自然と開くんですけど、こういうなんていうんですかね、構造が結構ね複雑に入り組んでるんで、場合によってはねこれ最後は結構力入れてね開いてあげないといけないなんてことも、あるかと思いますと。剥けたらあとはこれ上の貝柱を外してあげるだけという感じですかね。こんな感じですね。さっきねこの真ガキはね
冬が旬ですと。で岩牡蠣はね夏が旬で、天然物もありますなんて話をしたんですけど、これについてねちょっと詳しく説明すると、基本的にね魚介類っていうのは栄養を蓄えるじゃないですか。なので、産卵前がね旬となる場合が大半なんですよ。真牡蠣も岩牡蠣もどっちもね産卵期は夏なんですけど、じゃあなんでね岩牡蠣は、産卵期が夏なのに夏が旬なのかっていうと、岩牡蠣ってね産卵期が長いんですよ。夏場の間に、ゆっくりゆっくり産卵していくと。その分ね産卵期に栄養を身にね蓄えてないといけないっていうね、そういう理屈で岩牡蠣は夏場が旬になっていると。産地の話もちょっと関係するんですけど、岩牡蠣ってね、水深が10メートルとか、20メートルとかそれぐらいの海にいるんですよ。海女さんだとかね漁師さんが潜って取る場合が多いんですけど、冬のね日本海ってものすごい荒れるんで、冬場には単純にね漁ができなかったっていう背景もあって、夏のね比較的穏やかな海で漁を行ったから、基本的には夏に食べるものだったっていうのも夏が旬とされるね理由の一つではあるのかなとは思いますね。はい、そしたら、牡蠣洗っていきます。牡蠣ね洗うときは塩水とかで洗う場合が多いと思うんですけど、僕は、大根おろし使って洗いますと。これただおろしただけの大根おろしにそのまま牡蠣入れてこう軽くね揉んで洗っていきますと。なんで大根おろしで洗うのかっていうと、このね大根おろしのね酵素だとか辛み成分がこのね牡蠣のね磯っぽさをある程度取り除いてくれると。でね、牡蠣洗う際はねこう開くとここにねエラがついてるんですよ、ひだが。ここがね結構ね汚れを含んでる場合が多いんで、ここにね大根おろしたっぷりつけてあげて、よく洗いますと。しっかりこの入り組んだところにも大根おろし塗ってあげて洗っていくと、綺麗に汚れが落ちますよと。洗ってるとこうやってね大根おろしがだんだん灰色になってくるんですけど、これをね、牡蠣の汚れが出てるっていう人もいるんですけど、これはね純粋にね大根おろしの酵素と反応してここのね牡蠣の黒い色素が落ちてるだけなんで、だから別にねこの汚れが落ちてるわけではなく、純粋に色素が溶け出しているだけって感じですかね。大根おろしで揉んだら、これをね流水で洗い流しますと。こんな感じでね牡蠣洗えたら、あとはね盛り付けて食べるだけって感じですね。牡蠣ってこれだけね器に盛ると、どうしてもねカッコがつかないんで、このね貝殻きれいに洗ってあげて、貝殻にね戻してあげてから、器に盛るときれいに盛れるんではないかなと。で貝殻ねどうしても安定しないんで、こうやってね牡蠣の蓋だとかを下に敷いてバランス取ってあげてくださいって感じですかね。あとね食べ方はもう完全に好みなので、レモンね、レモン添えてもいいですし、ポン酢で食べる場合なんかはこれね青ネギともみじおろし添えてもいいですしって感じですかね。はい、ということで、今日はね牡蠣の剥き方というか岩牡蠣と牡蠣の違いというか、そんな感じの動画でございましたと。